全部持ってるものを出す。惜しみなく。亀田誠司です。これが僕のブレイクスルーストーリー。小さい頃からお家の中にレコードやラジオやとにかく一日中音楽が流れているような環境でした。母親が音楽が好きだったんだと思います。で、とある日、こんなところに母が弾かなくなったギターがあるけど、ギターってどんな感じなんだろうと思ってビートルズのレコードに針を落としてハローグッバイっていう曲が流れてきました。で、なんとなくそのハローグッバイに合わせて伴奏をしたら、ハローグッバイのベースラインが弾けちゃったんです。初めて触るギターで。で、その時になんて音楽、楽器を弾くのって楽しいんだろうっていうふうに思いました。自分はベースなんだろうなっていうふうにお告げがあったような気がして、もう決めました。なんかベースは縁の下の力持ちでなんとかで目立たないからなんか嫌だとか、そういうんじゃなくて、初めから僕はもうベースを取りに行った感じです。1976年に全米トップ40っていうラジオにハマってしまい、もう毎週そのチャートをメモるんです。で、大好きな曲を追いかけて、でも自分が好きな曲がなかなかヒットチャートに上がってこないと物足りなくなってきちゃって、これはもう自分専用のオリジナルチャートを作ろうと思って、自分の部屋に FM 亀田っていう看板を小学校5年生ですよ、立てて、で、自分の、好きな曲を並べたチャートを作って、本当にこのラジオから流れてくるヒット曲を全曲浴びました。なので今でもあの曲のあれっていうのは全部自分の中で記憶の中にあります。そのヒット曲が多分今の自分を作っているんだと思います。その頃僕が何になりたかったかというと、音楽に関われる仕事だったら何でも素敵に見えました。中学校の卒業文集に10年後に武道館で会おうぜって書いてるんですよ。何か自分は音楽家になる、ミュージシャンになるっていう、なんか根拠のない自信というかパッションみたいなものがその時に生まれていたんだと思います。実際僕は武道館に立ったのは僕が40になった時、バンドデビューが40歳っていうことなので、それの喜びっていうものがありました。要するにサポートミュージシャン、作編曲家、プロデューサーとしてはもう認められている、知られているところには なってたけども、一番 やりたかったプロのそのアーティストとして、バンドアーティストとしてこのステージに立てる喜びはもう格別でしたね。一番今の自分を作る転換期になったのは、22、23歳の頃ですかね。ベースプレイだけではなく、作曲やいわゆる、卓録 DTM のセットを購入して、自分で曲を作ったり、作品を、音源をいろんなオーディションに持ち込んで、グランプリとか最優秀録音賞とか編曲賞みたいなものを取るようになっていったんです。これはもう自分はもうこのままプロの道に進むんだと思っていたら、なんと
デビューのお声がかかるのはボーカリストだったりイケメンのドラマーだったり、自分はサウンドも構築した曲も作った、ある意味小さな世界だけど全部自分の思いを込めて、プロデュースまでしているんだけれども、なんかそういう時ってやっぱりこう悔しいっていうかやってられないよっていう気持ちになるんじゃないのかと思うんですけど、僕は不思議とそういう気持ちにならずに、だったらばプロの現場を本当に見に行ってみようかなっていうふうに思ってスタジオに通って出入りしてるうちに、メロディーの譜面だけ書いてくんないとか、そうやって、話が少しずつ僕にこう振られるようになってきて、なんか楽しくてしょうがなくて、もう毎日音楽漬けで、それを23から25ぐらいの間2年間ぐらい続けていたら、亀ちゃんの曲が当選したよと。で、曲もいいけどアレンジもいいからアレンジもやってみないっていう、それが25歳の時に訪れた、転換期です。で、ちょうど同じ時に崎谷健次郎さんっていうシンガーソングライターの方がいらっしゃって、当時の若手のトップセッションミュージシャンがそのサポートミュージシャンをやっていて、僕は初めてのプロの現場なわけですよ。で、もう自分がのベースプレーでなんか迷惑をかけてるんじゃないかなと思って頑張って弾いてるけど、これはダメだなと、本番が始まってしまってからじゃ迷惑がかかるからクビにしてもらおうと伝えるために3日目かなんかのリハスタにベースを抱えて行ったんですよ。とりあえずおはようございますって入ってたら、崎谷さんがパッて顔上げて明るい顔で、亀ちゃんにベース頼んでよかったねって言ってたんだよ。本当にめっちゃくちゃ、もう本当にリズムもいいし音のセンスもいいしありがとうって言われたんですね。で、これ僕にとって本当に大きなブレイクスルーで、自分がダメだとか自分が基準に達してないっていうことを自分で決めるんじゃなくて、精一杯のことをやったらばプロのミュージック世界は相手が決めるんだと。自分では気がついていない自分はダメだっていうところ以上に、自分には魅力のあるプレーだったり音楽的センスがあるかもしれないから、いろんなトラブルとか大変なことがあっても自分からやめますみたいなことを僕は言ったことがないです。なんか本当に自分って回り道をたくさんしてる分だけいろんな人にも会えてるし、たくさんの経験もできてるし、もっと言うといろんなその機材とか楽器もそうですけども、インフラの進化みたいなものも体験できてるんですよ。なので僕が本当に天才で、なんかあまりにも早咲きすぎたらばシーケンサーとかなかったかもしれないので、ベースだけ上手に なっちゃってたかもしれない。編曲家プロデューサー作曲家みたいな顔っていうのはなかったかもしれない。とにかく最善の方法を見つけていけば必ず時間はかかるけれどもうまくいくっていうのが、僕が今までの自分のこのブレイクスルーストーリーを経験していく中でのなんか手応えなんですよ。様々な音楽に出会って、様々な人に出会って、本当に自分の感動体験が豊かになることによって今の自分があると思ってるんですね。僕はその感動体験をより多くの人に味わってもらいたくて、日比谷音楽祭という無料の音楽祭、都心の東京のど真ん中日比谷公園で開かれている無料の音楽フェスを、ワークショップや楽器体験、さまざまな感動体験を味わえる場所として2019年から毎年6月にやってます。僕が音楽を作る上で、もしくは音楽を演奏する上で一番大事にしているのは、とにかく今目の前にある音楽のことを考えること、今目の前にある音楽にベストを尽くすことで、人と一緒に音楽を奏でていくときは目の前にある音楽に向かってベストを尽くすと同時に、一緒に作っている人たちとこの関係をとにかく大事にして、みんなの意見を
聞く、みんなの気持ちを考える。とにかくいつも言うんですけど、全部が音楽のため、そしてその音楽が良くなるために今まで自分が経験してきたこと、出会ってきた仲間、聴いてきた音楽、いつも言うんですけど、全カメラを投入する。でこの曲はここまでにしといて次の何かに撮っとこうとか絶対しない。自分が空っぽになるまで全部をとにかく出す。毎回出すと、空っぽにしてるとまた新しいのがいっぱい入ってくるんですよ。しかも僕が70年代に聴いた、80年代に聴いたキラキラ輝いた全米トップ40のヒット曲たちは絶対に色あせず僕の細胞の中に残っているので、枯れるということはないと思います。